今の世界情勢を鑑みると、第3次世界大戦も辞さないと思うのですが、どう思いますか？ちょっと前の常識的に起きないよねという想像というのが当たらないよねっていう時代になったと思うんですよね。トランプ大統領がベネズエラの大統領代行ですみたいなのを SNS に上げたりとか、キューバの大統領をアメリカの国務長官がやるべきだと言ってみたりとかっていう感じで、他の国にいろいろ手出すよ。グリーンランドも俺たちが管理したいんだけどどうみたいなことを言い出すみたいなのがあったりして、なので普通ここまでやらないよねっていうことがやっぱり起きてしまっているので、イランでもデモが起きていて、さすがにその体制転覆みたいにはならないっぽいんですけど、いろんな状況で今やり時だよねっていうので、ウクライナをロシアが取るっていうのだったりとか、イスラエルもガザを取るとかもやっぱり今やり時なんですよね。世界中が混乱していて、世界の警察的なところがあんまり機能してなくて、やらかした場合に国連が制裁をすることによってペナルティがあるかっていうと、結構ペナルティあっても知ったこっちゃねえよっていうことがやれちゃう時代なので、どちらかというとやらかしちゃう国の方が得るものが大きい時代になっちゃってるんですよね。なのでそこのやらかしちゃうっていうのが結果として大国同士が争うことになってしまうっていう可能性もあったりするんで、これはね、いい質問で、答えはね、多分ないんですよ。表向きレアメタルとか言ってるんですけど、例えばその三菱商事とかが世界中でレアメタルを掘る鉱山とかに出資したりとか、権益を作ったりとか、機械を持ってったりとかやってるんですけど、グリーンランドのレアメタルを掘ろうとしてる会社って基本ほとんどないんですよ。で、なんでないかっていうと、めちゃくちゃコストが高いんですよ。ボリビアとかだと湖を掘るとある程度レアメタルが埋まってるという状態だったりするんですよ。ボリビアのウユニ塩湖っていう有名な湖があるんですけど、あれが高度4000メートルぐらいかなにあって、その上が塩がこう堆積してるので結構有名なんですけど、もともと地底にあったものが盛り上がって上に出てるので、なので湖を上が塩なんだけど、基本的には水ですと。なのでそれを掘って水の固定まで持ってければそれなりに掘れますよっていう状態なんですよ。日本が取ろうとしているレアアース、南鳥島。これが6000メートルぐらいの地下海底なんですけど、で、それを取ろうという実験をしていますと。水だったら6000メートルっていけるんですよ。氷ってめちゃくちゃ硬いんですよ。なんでじゃあロシアというのはあれだけ広くて鉱物開発がそこまで進まないかっていうと、氷硬すぎて削るコストに合わないんですよね。じゃあ100メートルぐらいだったらもう金かけてバーンっていけるんですけど、グリーンランドとかでじゃあ3000メートルとか削ってありませんでしたってなったらめちゃめちゃ大変なんですよ。しかも要は砕いて、例えば南鳥島だと海底までドーンっていって、あとは泥だからゴリゴリ削って巻き込めばスーって吸えるんだけど、6000メートル下の氷を削ってそれを吸わなきゃいけないですよ。6000メートルの氷の圧力ってとんでもないもんなんで、今のところ実験レベルとかでも3000メートル下とかの氷土のレアメタルを削るっていうのはやった国ないと思うんですよね。そんなことしなくてはもっと楽に取れるところがあるので、そっから取った方がいいよねっていう。で、それやるぐらいだったら多分都市レアメタル探した方が安いんですよね。ゴミ捨て場とかをひたすら拾ってった方がレアメタル集めた方がまだいいっていうのがあって、そう、実はね、グリーンランドね、採算取れるんだったらもうやってますよって話なんですよ。なので、グリーンランドをなぜそのトランプ大統領が取りたいのかっていうと、別にレアメタルというより、地図上でアメリカ、カナダの上の方に行くと、グリーンランドがあるから、なんかそこら辺アメリカの領土にしたいよねっていう、そういう気分の問題なんじゃないですか。地政学的理由っていうのが、石油が出るとか資源があるとかっていう問題じゃなくて、単純にアメリカの上だから欲しいっていう地図上の存在なんですよ。なのでロシアもロシアの場合も大ロシアっていう、ウクライナの方がむしろ文化的なレベルが高くて、そこのウクライナの文化っていうのをロシアの人たちが学んだっていうのなんですけど、ウクライナも含めてロシアだよねっていうのがあって、なのでロシアはウクライナを占拠して大ロシアというのに戻したいっていうのをプーチン大統領が言っていて、なので実質的な実利的な動向というより、割ともう気分で戦争してる時代っていう。じゃあ中国が台湾を取ることで手に入るものは何ですかっていうと、別に台湾で売ってるもの中国欲しければ買えるんですよ。で、別にじゃあ台湾が手に入ることによって、台湾の政府予算とかそれなりにはあると思うんですけど、別にじゃあ中国の何個もある省がもう一個増えるぐらいの話で、是が非でも取らなければいけないのかというと、別に中国も台湾なかったとしても、
別に普通に生活できてるわけですよ。太平洋ルートと書く人もいますけど、台湾が独立していたとしても、太平洋を越えて輸出入をするというのは、今中国は普通にやってるんですよ。だって中国産のもの日本にめちゃめちゃあるじゃないですか。日本のね、輸入総額の 15% とか中国製じゃなかったっけ？世界中から輸入するもののうちの 15% が中国製とか、確か日本そんな感じだったと思うんですけど、っていう感じで別にアメリカにも中国製のもの言ってるし、ヨーロッパにも中国製のもの言ってるし、台湾が今のままだったとしても、中国って世界中に物は売れるんですよ。なので別に台湾が別の地域、別の国という状況にあるからといって、本当に困ってるかというと、実質別にそんなに困ってないんですよね。太平洋に進出できる足がかりになるみたいな。いやいやもう普通にアメリカに物を売ってるから進出してるじゃんって話で、パプアニューギニアとかオーストラリアとかにもね。なんですけど、なんとなく台湾欲しいっていう気分で皆さん戦争をし始めるっていう、そういう時代になってるんじゃないかなと思います。ロシアも中国もアメリカも大国がそうやって戦争をし始めるので、第三次大戦がないよとは言いづらいような状態っていう感じだと僕は今思ってます。はい。いや、イランどうなるんだろうね。イランで難しいのが、正しい情報がわからないんですよね。イランの人がこんなことを言ってますみたいなのが、X とか流れてくるんだけど、公式情報とか、公的なある程度中立な視点の報道っていうのがあんまりなくて、お互いああだこうだ言ってるんですよね。政府側はテロリストだって言ってて、デモしてる側はあくまで民間人が抗議をしてるだけで、打ち方みたいなこと言ってて、NHK がね、テヘラン支局があるのにもかかわらず、あんまりね、ニュース流してこないんですよ。なので、天安門のようにデモ隊に向かって、車がこうドーンって入ってって、普通にぶち込んでるっていう動画と説もあるんだけど、その動画が本当に今現在のイランの状況なのか、全然違う地域なのかもよくわかんないし、AI 生成なのか本物なのかもよくわかんなくて、ただ、ロイターが出してたやつで、一応1日30人以上死んでるみたいなやつは多分本当なんだと思うんですけど、ただね、1日30人死んでるレベルだとしたら、政権崩壊まで行くかというと、1日30人死んだらすごいことなんですけど、すごいことだけど、政権が崩れる。でも政権を崩すってなんだって話で、そもそもイランという国は選挙で決める偉い人がいるんだけど、選挙で決める偉い人が一番偉いわけじゃないんだよね。イスラム教の偉い人がいて、で、選挙で決める政治的に偉い人もいるけど、でもイスラム教の偉い人の方が偉いよねっていうのがあって、あと国の軍隊っていうのと、イスラム教の紙幣っていうのもいて、イスラム教の紙幣と国の軍隊でいくと、国の軍隊の方がレベル低いんだよね。っていうのもあって、指導者の方が偉いよね。でもこの指導者をクーデターのようなもので、切り替えるということが、そもそもイスラム教の考え方としてはどうなのっていう話があるんですよ。民主主義というのは誰がやってもいいよねって話なんですけど、イスラム教というのはカリフの血筋の人がカリフになるというのが経典に書かれてるんですよ。経典に書かれてる以上は、やっぱりカリフの血筋じゃない人がなるんだったら、これは偽物だよねっていう考え方があって、そうじゃないのもいいんじゃないのっていうのもあるんだけど、原理主義者的なところでいくと、やっぱりそれはおかしいよねってなると、やっぱクーデターってちょっとありえないんですよ。本来指導者ですと、神が決めた人が今指導者やってるわけで、神が決めた指導者を庶民がすっておかしくね？だって神が決めたんだよ。それ神に逆らうことじゃんみたいにやっぱなっちゃうんですよ。一般的な国のクーデターで政権交代しましたとか、軍隊が駐留して偉い人を変えましたみたいなとか、ベネズエラみたいに他の国が大統領連れてったから他の国になりますかっていうと、結構そういう形の理解にはならないので、イランがどうなるか民主主義の国に住んでる人たちがすんなり予想できる価値観ではないので、とはいえ前回の政変の時には商業系の人たちっていうのが結構寄付をしたりして頑張って支援してたんだけど、そこが見限ったという説があって、宗教的な吸引力はあるけども、現実お金はそんなにないんじゃない？現政権というのもあったりして、現政権側に商業系の人がつかなくなったので、そうすると長期的には厳しいんじゃないのみたいな話もあったりするんですけど、で、ここら辺がだから公的な中立的な情報というのがなかなか入ってこないので、イランはね、よくわからんっていうのが今のところ僕の立場です。はい。聞いた限りの適当に言ったんで、そういういろんな考えがあるんだな、みたいな感じで受け止めていただけるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。
よろしくお願いします。